はい。早速解いていきます。給料と物価を一気に変えると難しいので、まずは給料の変化だけ考えます。もし給料が2倍になると、買うことができる量が2倍になるので、例えばリンゴは2倍買えるし、カラオケは2倍の時間歌えます。はい。したがって、ここでは単純に幸福度も2倍になると考えます。次は物価を変化させます。ちなみに、給料が1の時の幸福度が1です。この表に物価の欄を書き加えます。最初の物価を1としておきます。1.5 は小数で扱いにくいので、10分の15、約分して2分の3と捉えます。そしてまず物価を2分の1にします。給料は2のままです。物の値段が半分になると、買うことができる量が2倍になるので、幸福度はこれの2倍、すなわち4になります。ちょっと縮めます。そして最後に物価を3倍にします。2分の1の3倍。給料は変わりません。物の値段が3倍に上がったら、買うことができる量は3分の1になります。それを単純に幸福度と考えると、4割る3で3分の4。はい。したがって、給料が2倍、物価が 1.5 倍になると、幸福度は1から3分の4になります。これは3分の3なので、もし最初の幸福度を3としていたら4になります。何パーセント増えたかというと、3を 100% と見たときに、1はこちらを3で割ったので、こちらも3で割って、だいたい 33%。幸福度はこれだけ増えました。3が4になったのだから、1増えてますよね。実は、物価と給料と幸福の間には、ある関係式が成り立っています。はい、それは、幸福度かける物価割る給料を計算すると、例えばこの時は 3×1 割る1で3。この時は 4×2 分の3割る2で、やっぱり3です。つまり、この式を計算するといつも同じになります。分数の形にすると、こうです。いつも同じになります。これは高校の科学で勉強するボイル・シャルルの法則に似ています。給料を温度 T、幸福度を圧力 P、物価を体積 V と見ると T 分の P×V が一定になります。